こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、桃色の羊が大量発生していました。さながら桃色羊バイオームって感じだったわね。で、今回ですが、普段より地形生成に時間かかってます。うおー、なんか体の向きを変えるとぬるぬる動く。気持ち悪いです。実は前回予告した通りにラムディスク化を試してみました。容量の都合上、ラムディスクに突っ込んだのはセーブデータだけなんですが、それでも容量オーバーしたので NTSF 圧縮を使ってます。まあちょっと試しにこれでプレイしてみます。海に出て少ししたところですが、数秒ごとに一瞬カクつくのは改善されてないですね。そのカクつきが新たなチャンクの生成処理なのかしら。多分そうだと思うのですが、ちょっと試しに座標のズレを確認してみますね。あ、今の勢いでも壊れない。小屋ずれてますね。1分少々の船の移動で10ブロックほどずれました。ダメだこりゃ。さてさらに1分ほど経過したところです。チェストを置いた時音がしなかったです。アイテム設置のレスポンスが逆に下がってるのかな。なんか妙な感じね。それから7分ほど経過したあたりで、急にガクッと動作が重くなり始めました。スワップ始めちゃったようです。やっぱメモリが足りなかったか。デバッグ画面の右上のメモリを見てると、時々解放しつつ徐々に使用量が上がっていってます。今の設定では 80% を超えるメモリを使い始めたあたりが限界のようです。さすがにこれではプレイするのが厳しいわね。マイクラの割り当てメモリを1024メガに減らしてみました。これでギリギリスワップしないかな。起動時の地形生成がさっきより早いです。とりあえず3分ほど進みましたが今のところ大丈夫。まあすぐ船を。今、船を置きましたよね。まあそのうちいつものように出てくるわよ。出てきませんでした。もういいです知りません。それにしても何なんでしょうか。確かマイクラはシングルプレイでもマルチ化されているはずですが、ラムディスク化した結果クライアント側がヌルヌルになっただけみたいですね。作戦練り直さないとダメのようです。さて、ぼちぼち南西の端に着くところなのですが、樹氷表現が見えてきました。でも、樹氷表現はもうあちこち方々で見つけているんですよね。どうせ見つかるなら凍ったタイガー M にしてほしいです。これまで見つけたバイオームは48種類。未発見はメサの6種類とジャングル2種類、そして凍ったタイガー M だけです。現時点までに埋めた地図はこんな感じで、もう2、3時間ほどで長方形になります。あかん、メモリが 95% 超えたあたりでスワップし始めてしまったようです。微妙に足りなかったか。というわけでとりあえずラムディスク化の実験は終了です。また後日いい方法を思いついたら試してみますね。で、今からは割り当てるメモリを2ギガまで増やす実験しながらプレイしていきます。さて、地図ではようやく南西の端です。それにしてもほんと惜しいです。せっかく寒い気候の突然変異バイオームがあるのに。テリーの運ではそんなもんよね。そっか。突然変異が近辺のバイオームにまたがるパターンだ。いやー、すっかり忘れてました。ともかく凍ったタイガー M 発見です。新たなバイオームが見つかったのはプレイ時間で20時間ぶりです。最近しばらく、見つからないのが当たり前になってたものね。それにしても桃色の羊発見といい、この凍ったタイガー M といい、これはもう間違いなく運が巡ってきてますね。
こっちは突然変異でなくただの凍った大河でした。突然変異がまたがっていたのはさっきの場所だけ。なんとシビアな。うわぁ。予想よりはるかに深いです。峡谷の一部でしょうか。ということは今立ってるのが峡谷の上？まあいいか。さて、メモリは右側に当ててプレイしていますが、船の位置ずれ現象は依然発生してます。ふと、描画距離を引き下げたら緩和されるのか気になったので、ここで7チャンクまで引き下げてみます。船は1分持ちませんでした。全然ダメです。まあ、6チャンクまでは下げてみましょうか。それから6分ほど海を埋めてみましたが、位置ずれが緩和した様子はないです。チャンクの描画距離の端近くまでずれていますね。ぼちぼち試しに船から降りてみます。さて船はどこだろ？船はログアウトしたようです。まあ結論としては、メモリ増やしても描画距離下げても大差ないって感じでした。さらに描画距離を下げてみる？いやさすがにプレイに支障をきたしそうです。それにしても不思議ですね。カクつき具合なら古いパソコンを使ってた頃の方がひどかったのですが、こんな位置ずれなかったですよ。今度時間があったら別の方向性で色々試してみます。さて海を埋め終えたところで一旦プレイを切ります。メモリはあまり割り当てなくても大丈夫のようですから。どの道適度に自動的に解放しているみたいだものね。さてでは実験は終了し、ここからは陸を埋めていきます。運が巡ってきてるはずですが、残念なことにこの地図には目差はないですね。海岸沿いが全部砂漠なんです。おお、砂ばかりの浮島だ。崩れたらどうなるんですかねこれ。全部は崩れなさそうね。砂岩ブロックもあるはずだし。さてさらに3分ほど進んだら、砂漠の村が見えてきました。あれ？なんか村に見慣れないものが。砂漠の村のピラミッドだ。ちょっと待って本当に？間違いないです。これは絶対超レアなお宝が眠ってるはずです。いやー、こういうこともあるとは噂には聞いていましたけど、この目で見ることができるとは思ってもみませんでしたよ。村人がピラミッドに乗ってる。もうピラミッドに住んじゃえみたいな感じです。ピラミッドにドアつけたら住み着きそうですね。おお、ピラミッドの一部で井戸が構成されてるし。すごいなここ。よし鍛冶屋もきちんとあります。早速家探しします。絶対珍しいものがありますよ。まあ、黒曜石はちょっと珍しいかな。さてでは本命の、鍛冶屋のお隣さんのピラミッドにお邪魔してみます。これはワクワクするのは仕方がないわ。モブとかいないですよね。少なくとも音は聞こえないです。おお、ピラミッドの外で村人がブラブラしてる。さてと、なんかまだ降りるのがもったいない。いい加減にしなさい。あれ？何これ？これひょっとして畑の上にピラミッドが生えちゃったの？逆です。いや合ってるか。あれ合ってる？それよりこれクリエイティブでも再現できないですよね。どうやらどえらいものを見つけてしまったようです。さて、お待ちかねのお宝拝見です。一つ目はまあ普通ですね。ちょっとアイテムがいっぱいいっぱいですが、頑張って回収します。二つ目もまあ普通。サドルか。一応回収しておきます。三つ目もまあ普通です。あれ？四つ目もまあ普通。なんだ、全部普通です。
まあ現実というのはこんなもんよね。ちょっとほっとしたんですけどね。ここで運使いすぎてもなんですし。あ、さっきのジャガイモの草が育ってたのか。まあ、今回はキリがいいのでここまでです。今回はバイオームは一つ更新。発見炭が49種類となりました。地図はここまで広がりました。今の地図でメサ発見は絶望的でしょうから、次回はサクッとこの地図を埋め終わり21枚目の地図に突入する予定です。でも今は勢いがありますからね。次でメサが見つかると期待してます。ではまたね。バイバイ。